まずはじめに、現在チャンネル登録者795人ということで、800人まであと5人なので、ホットトイズとかマーベル興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今日はドラマ崩壊からケイト・ビショップのホットトイズ情報が発表されたので、詳細について話していきます。去年の11月から年末にかけてディズニープラスで配信されたドラマ崩壊でヘイリー・スタインフェルドが演じたケイト・ビショップのホットトイズ情報がやっと発表されましたね。配信中にプレリリースがあることもなくて、ここまで何もかも情報がなかったので、正直この崩壊シリーズ発売されないんじゃないかなというふうにすら思っていたんですけど、このタイミングで発表されたことに驚きましたね。SNS とかを見ていても発売を望む声っていうのがかなり多かったと思うので、この発表嬉しかった人も多いんじゃないかなというふうに思う一方、ヘッドのクオリティとか今のところ賛否あるかなというふうに思ってます。それではフィギュアの詳細や発売時期、価格について詳しく話していこうと思います。まずフィギュアについてですが、ヘッドから話していこうと思います。表情は今回真顔でキリッとした印象のヘッドで、前髪はセンター分けの造形で、顎にはクリントに教えてもらったような傷に対して垂直に貼られた絆創膏が造形されているというような見た目になっています。最初にプレリリースが出た時に、この顔が見えない画像で発表されたんですけど、この画像を見た時はね、かなり期待してしまいましたね。というのも最近ホットトイズヘッドのクオリティかなり上がっているように感じるフィギュアも多くありますし、発表自体遅かったこともあるので、開発が進んでいるとすれば、かなり気合入っているのかなというふうに思っていたので、結構このねシリーズ期待はしていたんですよね。なんですけど、実際発表されたものを見た率直な感想としては、悪くはないんですけど、改良してほしい点もしっかりあるなというような感想でした。というのも、この演じてるヘイリーはね、ちょっともう少し可愛らしいというか、柔らかい表情だと思うので、ちょっとこの険しい表情、キリッとはしてるんですけど、疑問を感じましたね。もちろんね、ドラマとかの中でも、こういう真顔でキリッとした表情あったと思いますし、メイクとか顔の角度とかね、いろいろと研究されてこの造形になってるとは思うんですけど、似てはいるんですけど、ちょっと違和感あるなというふうに思いましたね。前髪の分け目のところも地肌がちょっと見えてると思うんですけど、ここら辺もおでこの角度と合ってないかなというか、そこも少し違和感を感じてしまいましたね。このチャンネルではプレビュー動画とか出してないんですけど、ピースキーパーのように表情がつきすぎているヘッドについても、それはそれでちょっと嫌なんですけど、このヘッドについてはもう少し表情を柔らかくしてみてもいいんじゃないかなというふうに思いました。ただ最近ね、ウェン・ユーだったりとか、ザ・バットマンの素顔ヘッドが、造形がアップデートされていたりとか、割とファンの意見を見て発売までの間にしっかりと回収してくれてるというような印象もあるので、今回このケイトのヘッドについてもめちゃめちゃ評判がいいというには感じないので、再造形される可能性っていうのは十分あるんじゃないかなというふうに思ってます。衣装はドラマ後半でクリントとケイトが着ていたお揃いの衣装が再現されていますね。トレーラーだと序盤から公開されていたんですけど、なかなか作品の中では見ることができなかったのを鮮明に覚えている衣装です。上半身は紫色が主体となっていて、下半身は黒いパンツ姿なので、かなり見た目はシンプルですね。写真を見る限り衣装の素材も特に上半身は伸縮性がありそうなので、シワとかもあまり気にせずポージングとか楽しめるんじゃないかなというふうに思います。そういったところはとてもいい点だと思いますね。背中には矢筒を背負っていて、今回付属しているアローを収納できるような作りになっていそうですね。ヘッドを取り外せばこの矢筒も取り外しできそうな気もするので、そういったところはつけたりつけなかったりバリエーション楽しめるんじゃないかなと思います。その他で付属する付属品としては、武器として弓矢のセットが付属しています。クリントは真っ黒の弓を使っていたと思うんですけど、このケイトは茶色いものを使っていて、劇中に登場したこの武器が今回フィギュアになってもよく再現されているんじゃないかなと思いますね。弓の弦のところは崩壊に付属していたもののようにゴム質の紐が使用されていると思うので、弓を引っ張る様子なんかも再現できそうですし、あとね、トリックアローが今回6種類の先端が付属しているというようなことですね。付属するアローの中にドラマでも登場したようなピム粒子が入ったトリックアローがあったりするとね、他の作品同士のつながりを感じることもできると思うので、ぜひ付属していてほしいなとは思うんですけど、ちょっと今回この写真だけでは判定はできなかったですね。そこは発売されてからのお楽しみというような感じだと思います。そして台座はよくある六角形の台座で、半分にはケイトのシルエットが描かれていて、もう半分にはドラマのロゴが描かれている、そういったデザインになっています。これも色が紫主体となっていて、模様はアーチェリーの的のようなデザインになっています。ドラマ崩壊らしいデザインになっていて、とてもいいデザインだなと思いましたね。そしてこの画像ちょっと見てほしいんですけど、この画像の端にクリントのコスチューム姿も少しだけ見えてるんですよね。こういう風に情報を小出しにしてくる感じちょっとじれったいなとは思うんですけど、エンドゲーム以来のクリントフィギュア化になりそうなので、ぜひ新造形のヘッドに期待しつつ続報を待とうと思います。そしてクリントについても
今後続報が発表されたらプレビュー動画出すので、ぜひ気になる方はチャンネル登録お願いします。はい、続いて発売時期と価格についてです。育ちトイズではまだ情報がなかったので、今回もトイサピエンスの情報のみになります。最近ちょっと育ちトイズ情報が遅くて、なかなか掲載できてはいないんですけど、4月からカード決済も可能になっていたりもするので、気になる方はね、ぜひ利用してみてください。結構個人的にはサービスいいと思います。はい、トイサピエンスでは予約価格で36,000円、発売後の価格では4万円という風になっていて、発売時期は2023年の10月頃となっていました。育ちトイズは予想だと32,000円くらいになるんじゃないかなという風に思っていますね。付属品に関してはボーナスアクセサリーがあるわけでもないですし、今回ヘッドも1種類でスーツもアーマーがついていたりとか、特に凝ってる作りでもないので、このトイサピエンスの価格についてはね、個人的にはちょっと高いなとは思っちゃいましたね。ホットトイズ自体値上がりはしてると思うんですけど、それにしてもこの内容でこの値段かというふうに思っちゃいました。例えばここにピザドッグがついていたりとか、もう少し特徴的なアクセサリーがついていればいいセット内容にはなると思うんですけど、今回このヘッドもめちゃめちゃ顔が似ているというわけでもないですし、今後のアップデートに期待したいかなと思います。そしてこのフィギュアを予約するか否かについては、今回は個人的にはパスです。買うにしても発売後価格が落ちると思うので、そのタイミングでフリマサイトとか育ちトイズで買おうかなと思ってます。ただね、本当に欲しいというような方も多いと思うので、発売は1年以上後なんですけど、気になる方はぜひ購入してみてください。はい、ということで、今日は新作ホットトイズケイト・ビショップをレビューしました。本当にもう来ないのかなというふうに思っていたタイミングだったので、この発表は結構サプライズだったかなと思いますね。今後クリントのフィギュアも発売されることは確定だと思うので、続報にも注目していきましょう。このフィギュアについては、特にヘッドのアップデートですね、もう少し可愛い感じにしてくれたらさらに良くなるかなっていうのと、あと付属品としてはピザドッグとか特徴的なアクセサリーつけてくれたら嬉しいなと思います。概要欄の方に各種サイトの予約リンク貼っておくので、気になる方はぜひそちらから予約とかさらなる詳細チェックしてみてください。はい、このチャンネルではホットトイズのカスタムやレビュー、今日のようなホットトイズの情報を発信しているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。僕の Twitter や Instagram のリンクも概要欄の方にあるので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。